こんにちは、MD ジャックです。こんにちは、アイです。ジャックさん、Amazon プライムデイは何か買いました？まあ、ちょこちょこね。Android タブレットを追加購入したわ。単価のちょっと高いものはそれだけかな。そうですか、ついついいろいろ見ちゃいますよね。さて今回は CCA のエントリーモデル、ライラのレビューです。アイはもう買うの決めてます。まだ音聞いてないのになんで？キラキラして可愛いじゃないですか。ああ、そういうことね。ちなみにこれ、表面に凹凸はなく、内側でヘキサのデザインになってるね。こないだデザインが気に入って ESX 買ったばかりですけど、ライラって名前も素敵。ことざね。ことざといえば、ライラのオルフェ。ハーデス冥界編で活躍したアテナのシルバーセイント。あ、また、マニアックで若い世代に響かないやつですね。いいのいいの。このチャンネルを見てくれているコアな層には結構響くはずだから。では見ていきましょう。まずいつもの通り価格から、ありで2500円ぐらい。Amazon だと3500円ぐらいで販売されてたね。最近レビューした ESX と同じ価格帯で ESX あったら買う必要あるのって思う人もいるでしょうね。その辺は後半の音質編でお話しします。バックプレートのデザインは愛ちゃんが魅了された通りでキラキラジュエリー感。ボディ全体は写真の通り DQ6 や DQ6S と同じかな。イヤーフィンの出っ張りが装着時合わない人は苦手な形状。詳細アピールについてはこんな感じで色々書いてあるけど読むの大変。要約するとこんな感じ。ここでのポイントはドライバーかな。主因ドライバーが搭載されていて DQ6 や DQ6S、DWS の Z1 にも搭載されてたかな。それがアップグレードしてさらに薄くなってる。ボディに余裕あるのになんで薄くした主因ドライバーを搭載したのかは謎だね。音質に多少影響ありそうな気配。じゃあ DQ6 や DQ6S に似てるってことですね。そうだね。ざっくり言うと DQ 系から 6mm のドライバー2機外してメインの主因ドライバーを改良して乗せた感じかね。じゃあ今回の音質比較動画は DQ6S との比較を聞いてみたいです。そうだね、そうしよう。ではどうぞ、音量上がります。ライラと DQ6S の違い、結構はっきりしていましたね。ではまず、ライラの波形です。いつも波形測定の前に視聴してみるんだけど、その時点でちょっと驚いたのね。そうなんですか？最近の KZ のモデルをいくつか聞いた時に必ずと言っていいほどどこかの帯域が足りなかったりで過ぎていたり。それがライラを聞いた時にそういった不満を感じなくてバランスいいなーって思った。その後、測定した波形を見て納得したポイントは、主にここ。低域を強調しすぎていない。中高域をいい感じで出している。これはライラの波形だけ見ていても分かりづらいので DQ6S の波形を重ねてみる。見た通りで DQ6S はやや低域より中高域がやや控えめ。このバランスが悪いとは思わないし DQ6S の質感自体は好きな方なんだけど、ライラと比べちゃうと DQ6S で調整したかった部分がしっかり調整された状態で聞けるのが嬉しいなぁと。もちろん個人的な好みが前提の話なんだけどね。さらに他にモデルの比較も追加してみる。ちょっと見づらくなったけど低域の出方はこの比較では中間的。中高域はこの中では一番出てる。とはいえいろいろなチューニングを見てきた中ではすごくいい感じの出方。ちなみに今回ファイナル E タイプを選んだ理由はこれ。よく使うイヤピで比較してるんだけど 5kg 手前の出方がやや強めで 6kg 付近の減衰がやや物足りない TAPB と ET100。具体的には音質面の明るさの加減の部分でこの帯域を少し絞ったファイナル E がライラに合っていると思って選んだ。
でもこれ比較してるからそういう結果になっただけで TAPB や ET100 で聞くのがダメなわけじゃないからね。個人的な好みをベースに厳密に選ぶとしたらってことでいいですか？そうだね、体調次第で TAPB や ET100 を選ぶこともありえるってことね。聞こえ方って体調の変化で変わるから。バランスが良く EQ 補正も必要と感じないライラ。改良された薄いシュインドライバーの影響はどうなのかなって思うんだけど、シェル内の空間が広めになった分響き方がいいのかな、サウンドステージが広いのかなと推測していたんだけど、音は割と近め。サウンドステージも狭くはないけど期待した感じの広さじゃなかった。でもバランスの良さで各帯域の音がしっかり聞こえるのは間違いないので、 ESX の何か今一つ物足りない感もないし、ちょっと高域寄りな DQ6 あるいはやや低域寄りの DQ6S とも違う感じで、最近聞いたダイナミックドライバー搭載モデルの中ではかなりいいと思う。特徴がないといえばないので、そういう意味で物足りないと言われたら一理あるけど。愛は ESX 買ったばかりですけど、このバランスとこのデザインですでに買うのが決定です。2000円台で買いやすいのもありますし、ジャックさんも気に入ったんでしょ？そうだね、個人的なチューニングの好みが合っていて、そのまま聴けるっていうのはポイント高いよね。2000円台でしょ、これは持ってた方がいいわって思う。大きな特徴がない分飽きもこなさそう。ジムカスタムみたいな感じかね。ジムカスタムですか？渋いですね。そんなわけでライラはバランスと近めな響きが気に入ったので、今年の3000円以下のモデルでは一気にお気に入りのトップになってしまいました。でも音質の好みは人それぞれなので、私が気に入ったからといって鵜呑みにはしないでほしいですけどね。というわけで CCA ライラのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。